こんにちは、ミッキーです。新年一発目は歴史的な雰囲気と現代的な要素が融合した魅力的な街、浅草の特集です。初詣の場所としても最適な浅草寺のある浅草。過去の特集では浅草寺の様子も合わせてご紹介していますが、近頃は外国人観光客からの人気も強く、平日であっても混雑の絶えない街です。そんな浅草はグルメにおいても非常に魅力的なエリア。食べ歩きはもちろんカフェも充実していまして、中でも歴史のある喫茶店も多いのが特徴的です。そんな浅草から今回は古き良き喫茶店から最新の浅草スイーツまで幅広くご紹介しますので、新年を楽しむためのヒントとしてもぜひご活用ください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。さて、まずはじめにご紹介しますのはフェブルアリーカフェ。こだわりのトーストを楽しみながら朝時間を過ごせる静かなカフェです。フェブラリー、2月がお店の名前になっていますのはこんな意味が。まだまだ寒いモノトーンの街並みだけども、ほのかに色づき始めたつぼみが春の訪れを感じさせてくれる特別な月。ゆったりとした時の流れでこれから迎える春を待ちわびつつ、美味しいコーヒーを飲んでほしいという思いが込められています。こちらの店がオープンしたのは東日本大震災の翌年。ここに足を運んでくださる街の人々を元気にしたいという強い思いで早朝営業を開始しました。今では一番人気になっています朝パンセットの提供を始めるきっかけになった早朝営業。今では出勤前の社会人、通学前に立ち寄ってくれる学生さんたちなど、一日の始まりをこのカフェで過ごしていく人が多いようです。実は過去にも系列店いくつかご紹介していますので、そちらもぜひ参考にしていただければと思います。浅草の下町であるこの界隈には珍しい白を基調としたおしゃれな外観が目印。中に入りますとご覧のように木目調のインテリアが中心で温かみを感じ、リラックスできる空間が広がっています。一人で過ごすのもよし、 Wi-Fi や電源も使えますので、ちょっとした作業にも良さそうです。そして朝のオープン時間の一番人気はやはり朝パンセット。いつも行列が絶えない人気のパン屋さんペリカンの厚切りした食パンをこだわりのアラジンのトースターで焼きつつ、カルピスバターを乗せたシンプルながら贅沢なトーストをいただくことができます。そんなトーストにチーズを乗せたチーズトーストも大人気。今回はそちらをいただいています。もちろん一緒に楽しみたいコーヒーメニューも豊富。豆は蔵前の焙煎所サンシャインステイトエスプレッソさんにオーダーしたフェブラリーカフェのオリジナルブレンドになっているとのことです。ぜひラテアートも含めて楽しんでいただければと思います。そしてこちらのチーズトースト、スレッドチーズがたっぷり乗っていてアクセントで黒胡椒がかかった一品になっていました。続いてご紹介するのはコーヒー社ダンケ。こちらの店は1972年創業、歴史があります浅草の喫茶店です。地元に愛されるアットホームな空間。今回来店した際も地元の方や常連客の方でずっと賑わっていました。実はこちらテレビでもよく紹介されるとのことで、芸能人も絶賛する喫茶メニューが多くあります。なお店内は喫煙可能になっていますので、タバコの匂いが苦手な方はご注意ください。店頭にはメニュー表も載っていまして、様々なメニューを確認することができますので、ぜひじっくり選んでいただいて店内に入り注文していただければと思います。さて店内はご覧のような様子。レトロな雰囲気に包まれていまして、ランプ含めインテリアが見どころたくさんです。また店員さんとの距離も近いので、ゆったりと雑談しながら喫茶店の雰囲気を楽しむことができます。さてここからは順々にメニューの魅力をご紹介していきます。この日は名物のパスタメニュー2種類とデザートをいただいています。まずいただきましたのは定番のナポリタン。ナポリタンは麺の硬さが絶妙な一品。ウスターソースを隠し味にケチャップをあえてしっかりと炒めるタイプのナポリタン。気持ち細めな麺のため、野菜の旨味をしっかりと味わえるような食べ応えのあるメニューになっていました。
盛り付け方も高さを出して盛り付けていただいていますので、上から見た感じの面積はちっちゃめに感じるかもしれないんですけれども、実際に食べてみるとそのボリュームは満点。満足感の高いメニューになっていました。続いていただきましたスパゲッティはスパゲッティグラタン。運ばれてきた瞬間の第一印象は美味しそうなグラタン。一方でフォークを忍ばせますと、中からは熱々のパスタが登場し、食欲をそられます。トマトソースをベースに味付けし、ホワイトソースとたっぷりのチーズを乗せてオーブンで焼き上げるスパゲッティグラタンになっています。定番のナポリタンは茹でた麺をそのまま使用するのに比べて、スパゲッティグラタンはソースに絡めて一晩寝かせてから使用しているとのこと。メニューの完成まで試行錯誤した結果、トマトソースの味を麺にしっかりと加えてからグラタンにするのが一番美味しいとなったとのこと。注文時には店員さんも太鼓判をしてくれるようなとても素敵なメニューになっていました。ぜひがっつり麺を持ち上げていただいて、その湯気が立ち込める様子も撮影していただければと思います。また、付け合わせのバゲットは同じく浅草にあります関根ベーカリーさんのものを使用。ソースを絡めて食べるバゲットも最高の美味しさでした。そしてデザートにはほろ苦な滑らか焼きプリン。こちらの焼きプリンは卵と牛乳の割合を何度も変えて滑らかさとコクのある美味しいプリンに仕上げているとのこと。もっちりとしていて固めなのに優しい味わい。カラメルの味付けが優しくも濃厚でペロリといただくことができました。こちらは主要な浅草駅ではなくて、つくばエクスプレスの浅草駅から近い場所にあります。ちょっと奥まっているからこその隠れ家的な空間、ぜひ楽しんでください。続いても老舗喫茶店のご紹介。こちらは名物サンドイッチが人気、創業70年以上の喫茶店、銀座ブラジルです。浅草散歩でちょっとお腹が空いたら足を運んでみてほしいお店。店名は浅草にあるのに銀座ブラジル。実はこのお店の1号店は銀座にあったとのこと。また豆をブラジルから仕入れていることからこの名前になったとのことです。建物1階のスタンド看板と懐かしいガラスケースが目印。すぐ横の階段を上がりますと、その奥にお店の入り口があります。さて、中に入ってみますと、外の賑わいからは考えられないほどとても静かで落ち着いた空間が広がっています。外からのイメージとは違って奥行きがある店内は広々としています。今では珍しいデザインのテーブルや椅子が並んでいまして、テーブルの上の銀色のペーパーナプキンホルダーはレトロな雰囲気抜群です。お店の方に店内の様子を撮影させていただくときにも、奥側の写真もぜひ撮っていってほしいとのこと。奥に広がっていきますレトロな欧米の写真に彩られたその空間も味がありました。そしてここの人気メニューは名物ロースカツサンド。このメニューは銀座店第1号店で生み出されたもので、今も当時のレシピをしっかりと受け継いでいます。そしてもう一つ長年の人気メニューはフライドチキンバスケット。鶏胸肉は中がふわふわ、外は揚げたてでカリカリ。一緒に野菜とトーストも添えてくれまして、それらを挟んで食べるのも美味しそうです。フライドチキンがバスケットいっぱいに盛られているその様子も抜群。ぜひお腹に余裕があれば頼んでみてほしいです。今回はロースカツサンド頼んでるんですけども、他にもハムサンド、野菜サンド、チキンサンドなどサンドイッチのバリエーションも豊富です。さて、こちらはそんなロースカツサンドを作っている様子。材料や製法は当時のまま全く変えることなく守っているとのことです。そして料理は基本作り置きをせずに出来たてをご提供。提供までの時間は少々かかってしまうんですけれども、ゆっくりと流れる時間に身を任せながら楽しむことができます。またドリンクとしては温かいメニューを注文した場合にはオリジナルのロゴが入った可愛らしいカップやソーサーでご提供。それらも含めて楽しんでいただければと思います。1点だけ注意点がございまして、営業時間が9時から15時までと少し短め。また定休日が水曜日になっていますので、計画的に訪れていただくのがいいのかもしれません。さて、この日はそんな元祖ロースカツサンドとクリームソーダを注文。クリームソーダは見た目も美しくボリュームも抜群。コーヒーが苦手な方こそ頼んでほしいような一品でした。さて、こちらが元祖ロースカツサンド。ボリューム満点でございまして、満足すること間違いなしかなと思います。そんなロースカツサンドは、まずふわふわの食パンをトースト。揚げたての柔らかいロースカツを贅沢に2枚使用しています。
細切りのキャベツをたっぷりと挟み込んだ厚さ5センチのボリュームサンド。カツのジューシーさとキャベツがちょうどいいバランスになっていまして、そんなに重みを感じることなくペロリといただくことができました。続いてご紹介しますのは浅草花月堂。メディアでも多く取り上げられますジャンボメロンパンが名物のお店。浅草寺本堂からすぐの立地で焼きたてを味わいながら食べ歩きができるのも大きな魅力です。テイクアウトの際はトースターでリベイクすることで焼きたてを再現。注文時にすぐに食べるか持って帰るかも聞いていただくことができますので、テイクアウト時は伝えていただいた上で粗熱の取れた状態のパンをいただくことができます。さて、この日にいただきましたのはもちろんジャンボメロンパン。サイズは大きいんですけども、すごく軽くてふわっとした食感。ペロリといただくことができます。甘さもほんのりとした甘さで食べやすいパンになっていました。メロンパンの他にはアイスが入ったアイスメロンパンからかき氷まで季節限定のメニューもあります。イートインの席もあるのでお好みのスタイルで楽しんでください。続いてご紹介しますのは家紋の甲というお店。こちらはピエール・エルメ出身の川越弘樹氏が立ち上げた和クレープ専門店。2024年9月にオープンしまして、こだわり抜いた素材とその見た目の華やかさから早速注目を集めています。店内は2階建ての和モダンテイスト。イートインスペースが少ない浅草において重宝できるようなスイーツ店です。入り口に入ってからこちら2階のイートインスペースにたどり着くまでおしゃれで落ち着いた空間が広がっています。またイートインスペースで特徴的なのは花瓶のようなおしゃれなクレープスタンド。クレープスタンドにクレープを乗せていただいて写真もバッチリ撮ることができます。さて、そんな家紋の甲さんでいただける和クレープ、まず抹茶ベースな3種類をご紹介します。まずは抹茶の濃厚生クリーム宇治抹茶クレープ。続いては3種のショコラを使った宇治抹茶クレープ。もう一つはフランボワーズとクリームブリュレの宇治抹茶クレープになっています。ここからは制作の様子も添えつつご紹介していきます。まず最初にご紹介しますのは3種のショコラを使った宇治抹茶クレープ。こちらはミルク感の強い北海道産の純正生クリームにショコラティエも愛用する高級ショコラブレンドバローナのショコラを使った自家製ソースを合わせた風味豊かな一品。枯山水と岩を模したデザインになっていまして、和の文化を表現し、パイ生地のサクサク食感、抹茶やショコラの風味などを楽しむことができます。そして今映していますのは、あんの濃厚生クリーム宇治抹茶クレープ。食感のいい北海道産小倉あんにもちもちの求肥。濃厚な北海道産生クリームを合わせて上質な黒蜜で仕上げた和の素材を存分に生かした一品になっていました。そして今映している3つのクレープのうち一番左側に映していましたのがフランボワーズとクリームブリュレの抹茶クレープになっていました。さて、そんな抹茶クレープに加えてラテもセットでいただくことができます。セットにしますと300円になっていましてお得なので、こちらもぜひいただいてみてほしいです。これらの抹茶クレープ3種類どれにも共通しているこだわりは、京都の宇治抹茶を贅沢に使用している点。ほとんどのお店では管理が大変になるため添加物入りのホイップクリームを使用している中、生乳のみからできている北海道産純正生クリームを使用している点も特徴的です。そしてもう一つは丁寧に練り上げ、一晩熟成されて作られますもちもち生地。クレープ好きな方は必ず感動することだと思いますので、そのもちもち生地はぜひ堪能してみてほしいです。さて、そんな抹茶クレープの他に新しく誕生しましたのがこちらのほうじ茶クレープ。和柑橘ときなこ餅わらび餅の掛川ほうじ茶クレープです。使用するほうじ茶は農林水産祭りで天皇杯を受賞した掛川のほうじ茶。香りや風味が段違いなほうじ茶をたっぷり使って試行錯誤された結果、最高の組み合わせが実現されたとのことです。今制作の様子を映しているんですけども、中のアイスはきな粉とわらび餅のアイス、さらにほうじ茶あんこ、ほうじ茶のカスタードを加えています。また和柑橘には愛媛県産のいよかんマーマレードを添えています。そして天面には国産柚子ピールを葉っぱのようにトッピング。
丁寧に練り上げまして、一晩熟成されている自慢のもちもち生地にもたっぷりのほうじ茶が練り込まれていました。抹茶のクレープも抜群ですけれども、ほうじ茶もまた違った美味しさに出ています。複数人で訪れる際には、抹茶のクレープから1種類、そしてほうじ茶クレープをいただくという組み合わせもいいですし、抹茶クレープを選んでいただきつつ、違った種類を注文するのもいいかもしれません。そしてもう一つ、ほうじ茶用にペアリングとして考えられましたほうじ茶ホットショコラもご紹介。こちらはラテよりも少し値段するんですけども、500円でセットでいただくことができます。そんなほうじ茶ホットショコラは味のバランスを考えて程よい甘さに仕上げているとのこと。ショコラの香りや風味に加えて、ほうじ茶や抹茶との相性も抜群とのことでした。さて、最後にご紹介しますのはペチカ。浅草で見た目も抜群なスイーツを楽しむことができます洋菓子とコーヒーとティーのお店。旬のフルーツを使ったここでしか味わえないスイーツが勢ぞろいしています。何度足を運んでも毎回新しい発見があるお店になっています。2022年9月にオープンしたこちらのお店。大切にしていますのは、その時期に一番美味しいフルーツを使ってスイーツを作ること。フルーツは契約農家からの直接仕入れた素材を使いつつ、市場でその日一番美味しい品種のものを仕入れたりすることで、一つ一つのフルーツをじっくり丁寧に選定。中にはシーズンごとに違う品種が登場することもあります。そしてフルーツの美味しさを引き立てるために、生地やクリームにも上質な素材を厳選しています。お店の名前でありますペチカとは、ロシアの暖炉兼オーブンのこと。ケーキ屋さんを開くのが夢だったというオーナーさんが、お菓子を焼くオーブンと暖炉が灯す暖かな日の周りにたくさんの人たちが集まってくるイメージからお店の名前を決めたとのことです。ホテルの1階にありますお店の扉を開けてお店の中に入りますと、ご覧のようにガラスケースの中でたくさんのケーキがお目見え。季節のフルーツを使ったケーキやシュークリームが10種類以上並んでいます。またドリンクメニューも非常に豊富。お店のメインメッセージに洋菓子とコーヒーとティーとおっしゃっている通り、コーヒーも紅茶もとても美味しいです。そんな中、この日はアップルボムというケーキとカフェラテをオーダーしています。カフェラテはおしゃれなお店のロゴが入ったたっぷりめのカップにバリスタさんが入れてくれたラテアートの美味しい一杯になっています。体も心も温まる一杯でした。ちなみにご存知の方もいるかもしれないんですけども、こちらのペチカは別途浅草編でご紹介しているスケマサコーヒーの系列店。そちらでもラテアートは抜群だったんですけども、こちらでも間違いないクオリティでした。さてもう一つはキャラメルムースと煮込んだリンゴ、紅玉を合わせた見た目も可愛いアップルボム。紅白のコントラストでとても美しく、キャラメルの甘さとリンゴの酸味のバランスが絶妙な一品でした。ちょっとうまくカットすることはできなかったんですけども、本当に美しい見た目で味も抜群になっていましたので、もしディスプレイされていたら注文してみてほしいような一品でした。途中で触れた通り、たくさんの種類がありますので、気に入った場合にはテイクアウトするのもおすすめです。以上、今回は浅草からおすすめカフェ6選ご紹介させていただきました。2025年の一番最初の動画ということで、今回は日本らしさを感じられる街を紹介しました。その中でも浅草という街は途中でご紹介したコーヒー社ダンケさんや銀座ブラジルさんのように老舗喫茶が立ち並ぶとても素敵な空間です。ぜひゆっくりとした時間の流れを感じることができるような喫茶店で楽しんでいただければと思っています。また最後にご紹介したペチカさんや途中でご紹介した家紋のコウさんに関しましては、素材にこだわる職人気質な日本らしさを感じられるようなとても素敵なスイーツがありましたので、イートインでいただくのもいいですし、年始のゆったりとした時間だからこそテイクアウトをしてゆったりと散歩しながらいただくのもいいかもしれません。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。